どうもスノーマンでーす。イエーイ。あれどうした？みんな今日集まってくれてありがとう。いやまあ撮るから集まっただけっていう感じ。今日 YouTube やろ。今日はい今収録してます何の企画で来てるか分かってる？え？誰って言いたいか今日すごいビッグイベントやからね。しりとりとかじゃなくて違うよ、この間深澤さん決定をやったやんか。深澤達也王ですか？はい、深澤達也の気持ちやったでしょ。やりましたね。あれの、向井康二の気持ち向井康二王決定戦やります。よいしょ。結構深澤さんの時の人のコメント、向井康二のこと知りたいのコメントが続いてたんいやそれはないですよね。まあそれやったら期待に応えてあげようかなということで、前回ね好評やった深澤達也の気持ち第2弾でございますよ。事前に向井康二さんへのインタビューを収録してありますと。で皆さんは向井さんがさまざま質問に対してどんな回答をしたのかを予想して当ててくださいと。ほんでね、最も正解したメンバーは向井康二王として認定されますということで。いやー、うわ惜しい。もしや惜しいわ。なるほど。向井康二の性格を一言で言うと定番やね。多分ね今日全員揃っちゃうね。面白みがないかもしれない。これはシンプル。簡単な問題ですね。あ、簡単？はい、簡単です。さすがや。じゃあ一斉にフリップをオープン。はい、じゃあ阿部ちゃんからいきましょうか。寂しがり屋。人とのなんか絆の大切さを知ってるからこそのなんかそれを求めに行っちゃうみたいな感じかなって思いました。分かってるね阿部ちゃん。ありがとうございます。そういうとこあるからね向井さん。じゃあめめいこうか。優しいですね。しみるね。やっぱ彼は優しさの塊です。いいね。じゃあ次てるに行こうか。甘えん坊さん。多いね。甘えん坊？だからその寂しがり屋にちょっと近いのかな。なるほどそうだね。いやでもちょっとその甘えん坊さんの3つけたところあたりがちょっと工事に寄り添ってる感じはするなって。分かってるね。これがもし正解やったらポイント高いね。いや確かに。まあまあでもそういう結構甘えてくるのは好きってことやね向井さんがね。はそうね、やっぱ。い。いやいやさじゃあ最後。いいいやいいことです。いやかっこいい。これ今性格って聞いたんだけど、あ、正確ですね。多分なんかコーチって意外とおバカちゃんなので性格って言われても純粋にパッと見の見た目を言いそうな気がしたね。かっこいいって俺はかっこいいなんかよく言うんですよ。じゃあ正解の方行こうか。あー時間もないし、じゃあ正解の方よろしくお願いします。これさなんか2倍速とかで見れる？いやいやダサすぎるだろ。最初からつけてくる。向井康二さんの性格を一言で言うと。あ、性格ね。結構メンバーに言われるのは誰にでも優しいみたいな言われるんですけど、久々さんから言われるのは本当明るくて面白い関西人って言うんですけど、まあ一言で言うなら優しい。ねいやいいね。素晴らしい。どうですか回答者の皆さんで言うと正解者は1人だね。3人惜しいね。その阿部ちゃんと内面は内面をね。そうだね。攻めてた部分いいよ。ポイントがいいね。これは目黒くんすごい。いやちょっと待ってクソつまんないんだよ。じゃあポイントいきましょうか。めめ2ポイントありがとう。で、てるに阿部ちゃん1ポイント、おーありがとうふっかさん0ポイント。なんでだよ。向井康二の大切にしている宝物はこれですね。まあ結構シンプルなんじゃないかな、わかんないけど。じゃあみんな答えの方オープはいせーの。ン。いいね。じゃあ阿部ちゃんから言ってみようか。はいメンバーの写真をたくさん撮ったカメラでございます。いつも撮ってくれるからね。なんかでもそこにも結構メンバーの笑顔とかも映ってるし思い出とかも入ってるのかなって。でそういう思い出を大切にできる人なのでちょっとこれにしました。よくそんな真面目な顔で答えられるの。しみるな。ごめんね阿部ちゃん。いやもう当然ありがです。とうありがとう。じゃあめめ。ネックレスです。ネックレスなんでしょうかね。これネックレスの中にずっとしまってたジャニーさんからもらった1万円。そうね、ジャニーさんが初めて僕にお小遣いをくれた1万円を確かに。ネックレスにして大事にしてるんですよ。確かにいいかもね。それは相当大事なことだよ。これで逆にそれじゃなかったら俺ちょっとなんかあれだもん。嫌だもんなんか。じゃあそれに行こうか。
俺は自分が撮ったメンバーの写真。向井さんに写真撮られてる時は楽しい。めちゃめちゃ楽しいね。やっぱいいこと言うね。顔が全然気持ちこじゃあ深田さん深田さん。いやメンバーなんじゃないかな。でも正直メメの話を聞いて、ああこれメメのネックレスだ、1万円だなって正直思っちゃいました。じゃあ正解の方気になってる。あ、気になる。いや、そう気になります。気になるよね。もう分かってるけど。じゃあ行きましょう。今一番大切にしている宝物は？あんま言いたないですけどね。あれですわ。カメラ。いや永遠に見れますね。見れるか今のもういやー40分ぐらい見れます。見れるか今の深いね。この数十秒にいろんなドラマが詰まってました。嘘つけよ今。いいね。まあいい顔してるしね、最後。いやいや、この止まってる顔見ろよ。もうなんかもう女湯覗いてる時の顔。嬉しい嬉しい嬉しい。深田さんちょっとうるさいです。ああ、そう。だからカメラね、阿部ちゃんがピンポイントで正解してるんで、はい2ポイント。ありがとうございます。で、テルに1ポイント。じゃあ待って待って、光るとこが OK なの俺は。深さん0ポイントやね。まあ写真がね、ちょっと写真がないから。じゃあ続いての問題。これいいですね。なんすか。向井康二が SnowMan のメンバーとシェアハウスするなら誰？正直これ分かんないっす。分かってくるじゃないですか。あ、なんかよく一緒にいるなみたいなあるんですか。あいつ誰でもいい子、もう誰とでも一緒にいるからマジで分かんないんだけど。じゃあ全員フリップオープン。どうぞ。はいはい、ラウルショッピーということで、じゃあその正解も見てみましょうか。正解見てはっきりしますんで、正解の方よろしくお願いいたします。スノーマンメンバーシェアハウスするなら誰？シェアハウス決まりました。渡辺翔太。あれ最近よくね電話するんですよ、テレビ電話とか。この前なんか電話したらね、僕パックしてたんですよ。でパックしてて、あって電話してパックしてる顔を驚か投げんだよ VTR。ちょパックしてた何やこの面白い状況っつって、いやー正解は渡辺翔太ということで、なんと正解初めてですね、多分深澤さんおめでとうございます。多分3人多分気使ってくれたと思うんです、さっきの見た感じな。深澤さんが正解ないからっつって考えすぎた。はい。でその優しさが俺好きなところなのよ、みんなの。ありがとうな。向井康二のライバルは誰でしょう。これは当ててほしいから。フリップオープン。あら、じゃあ阿部ちゃんからいこうか。やっぱり SnowMan は仲間だけども、尊敬するところもたくさんある。だからこそ仲間でありライバルでもあるっていうことを言える人だなって思ってこの答えにしました。なかなか書けんよねこれ、はい、勇気持っての回答ありがとう。ありがとうございます椿です。椿とは椿とははい椿ですね。普段から一緒にいるインパクターズ。のよくああ、確かにね。椿タイガー。見かけるので、一緒にいる時間が長いってことは、競わなくちゃいけないことも多いのかなああ、なるほどね。と思ったので、なるほど。俺のスケジュール大体把握してるかまあやっぱり自分かなって思いますね。ら。そうやな。深澤さんの時も多分僕自分って書いたと思うんですけど、木村拓哉さん。メイビー。いや、なんか普段からこうちょっと意識をね、髪型を木村さんにしてみたりとか。プライドね。まあ、里中春まあ確かにその、まあ、憧れの先輩でもあると思うので、ライバルにするならもし木村拓哉さんと答えるんではないかなっていう。この間メメと一緒にラジオ出させてああ、聞きました。でこのはい。格好で行ったんですよ。ああ、聞きましじゃあ誰をイメージしてますかって話したら全然気づいてくれないのよ。た。はいはい。それは気づかんよなっておう。ちょっと超えてもうたよな。気持ちね超えたっていうのがだから気づかんかったんかなってど思うなんですよ、メミ聞いてて、木村さん、メミ一緒に共演してさ、なんか言ってますよ。それ失礼だなと思います。なんでサングラスしたんですか。ああ大体の人はねなんか自分とか言いますけど、僕はそんなこと言われちゃんとしたライバルがいます自分聞いね。たじゃないですか。この子しか出なかったですね。トーマルーク。はい、トーマルークですよ。関西ジュニアのリトカンですね。トーマルークってどっちが名前やった、ね、ト
どっちが名前やねんと。名前でも笑いが取れるというか、ラウールやったらかっこいいだけじゃないですか。でもトーマルークなんですよ。人の名前が2個来てんのよ。これは悔しいですよね。やっぱ考えがね、そうね、逆に恥ずかしいな。恥ずかしいな、下ろしても。そうだね。向井康二はジャニーズじゃなかったらどんな仕事についてみたかった。これでいこうか。フリップオープン。はあ、阿部ちゃんいこうか。漫才師。はいはいはい、漫才師になる。はるくんになりはるくん、たい木村さんに憧れてるあ、いやもう憧れてる。里中はるね。浩二さんが木村さんに憧れてる理由っていうのはやっぱここにあるのかな。ああ、まあまあ確かに。ドラマの影響で、あムエタイチャンピああ、メディアちゃんとメディアやってましたからね。オン、格闘家。はいはい。あ、カメラマンさんじゃないの。ジャニーズじゃなければどんな仕事に就いてみた質問やな。これはメンバーわかんじゃないですかね。いいですか。美容師。はい、美容師。やっぱ人の髪切りたい。あと今ね、ちょうどビューティフルライフ見てるんですよ。ビューティフルライフ。はい、正解はね、美容師ということで。なるほど。みんな一斉に言ってたんやけどね、だからめめが欲しいね。プライド終わって今ビューティフルライフに行っちゃったよ。じゃあ最後な、ほんまサービスな。やるのであれば俺も逆転はしたい、シンプルに。ちゃんと逆転のチャンスをみんなに与えます。ありがとうございます。この最後の問題、うん正解やったらプラス3ポイント。だから誰にこのポイントがあっても全員が勝てるシステムやからまあな。最後にふさわしい。そう、じゃあ行こうか。最後の問題、向井にとってスノーマンとは。これなんかさ、最後なのになんかこういう系で締めんだね。スノー、ちょっと待って、ごめん、今ここでなんか言いました？なんか言いましたね、ここで。早く浩二君の家に一緒に帰りたいな。なるほど。あめめ鍋しようか、今度の。お願いします。じゃあどうする？正解先見るか。正解先見るってなんすか？さっき正解見た上であーみんなの気持ちを見るっていう。そっか、そういう進め方もあるのか。そうやで。まあ最後にふさわしいかな。いやいや、嘘でしょ。向井康二にとってスノーマンとは。まあこれもやっぱ満場一致で答えてほしいですけどね。向井康二にとってスノーマン、家族ですけどね。家族。はい。でも日本語じゃないな。ファミリー。うん。答えはファミリー。家族って書いてたら不正解。ファミリーが一番ぴったりくるかな。じゃ素晴らしい。今回はあ、一人ずつオープンする。ファミリーということで、一人ずつオープンしない。僕はファミリーとは書けなかったです。言いましょう。まあな、惜しいよね。癖強いな、答え。ファミリーということで、めめの答えは。すべて。ああ、それのが気持ちいいから、じゃあ。じゃあ、てるに。あファミリー。うん、ファミリー。ファミリー。ファミリいや、これ漢字で書いてあってこれファミリーって呼びますだったらなんかあるのよ。真剣と書いてマジみたいな。ひらがなだからね。いやいや、読みますよ、ファミリーって。どうやって読めないだろ。ファミリー。リ読みますよ。どこの国のやつそー。れ。あ、じゃあままあまあ、まあそうね。とりあえず全員の見てみよう。まあまあでも読めるんだよね、ファミリーってね。読める読める。はい、ファミリー。ファミリー。読めるんだよね。ねえ、今家族はファミリー。読めるんだよね。はい、ファミリー。はい、どうでしょう。いやー、いい戦いやね。そうですね。やっぱ最後にふさわしい。そう。楽しくねじゃあ最後、2人回答一緒だということで、おじさん優しいね。てるにとふっかさん、正解。じゃあこれ王が決まるんですか？これで向井康二王が王が決まるんですね。優勝。てるに。いや最後、ふっかさんが追い上げかけてたけど。ありがたいです。いや、覚えてないだろ絶対この顔は。いやーということで、あ、めめね、感動してる。感動したらやっぱ涙というか喉乾くからさ。はい、皆さん忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもうこれで終わったんでせっかくだからもうさ魔法解いてあげてよ。魔法とこうか。じゃあみんなお疲れ様でした。マジ早く帰りたい。オッケー。じゃあ帰ろう。さあそしたら。うい、それいい。じゃあお疲れ様でした。てるに。お